あと48時間なのだ。この48時間で日本のガソリン代が月3000円以上変わる可能性があるのだ。舞台はパキスタンのイスラマバード。米国とイランの運命を決める第2回交渉が明日始まろうとしているのだ。48時間って、それが過ぎたらどうなるんですか？停戦が終わってまた戦争になるなら、ホルムズ海峡の封鎖が現実になるってことですか？今日は世界4本の注目ニュースを解説するのだ。1つ目、米イラン交渉の崖っぷち。2つ目、アルゼンチンのペソ急変と資源国リスク。3つ目、米国株の危ない最高値。4つ目、がん医療の歴史的突破口。CAR、T 療法で20人全員の体からがん細胞が消えたのだ。特に CAR、T 療法の話、気になります。20人全員って、臨床試験として異例じゃないですか？あと米イランの交渉も、どうして今パキスタンが仲介しているのかが全然わからなくて。まず1本目、米イランの交渉から行くのだ。NYT とフォーリンポリシーによると、明日火曜日、パキスタンのイスラマバードで第2回の和平交渉が開かれる予定なのだ。米側はバンス副大統領、ウィトコフ特使、そしてクシナー、トランプの娘婿まで出てくるのだ。バンス副大統領が自ら行くなんて相当な本気度ですよね。なのにトランプは、停戦延長はしない、と言ってるって、大きな矛盾じゃないですか？交渉しながら期限は伸ばさないって、どういう戦術なんですか？これはトランプ流の最大圧力なのだ。ブルームバーグのインタビューでトランプ自身が言っているのだが、急いで悪い取引はしない、こっちには時間があるという姿勢なのだ。不動産交渉と同じ構造でイランに譲るを迫るためにあえて期限を延ばさないのだ。一方のイランも簡単には折れないのだ。フォーリンポリシーによると、イランのペゼシキアン大統領は米国への深い歴史的不信を語ったのだ。実際前回の交渉中に米軍がイラン船籍の貨物船をマンワンで拿捕しているのだ。交渉しながら攻撃されたのと同じ構造で、イランが信頼できないのも当然なのだ。では日本への影響を考えるのだ。ホルムズ海峡は日本が輸入する原油の約 87% が通過する命綱なのだ。もし停戦が水曜日に破綻してホルムズが封鎖された場合、原油は1バレル120ドルを超えるという試算もあるのだ。今の80ドル台から計算すると、ガソリン1リットルが約40円上がる計算なのだ。車でリッター15キロ走る人が月1000キロ走るとすると、月1万円近く燃料費が増える計算なのだ。リッター15キロで月1万円近く増えるなんて、車を持ってる人だけじゃなくて、物流コストが上がれば食料品全体の値段に波及しますよね。この48時間、日本にいながらも他人事じゃないわけですか？そうなのだ。ホルムズ海峡というのは、言うなれば世界の台所の水道の元栓みたいなものなのだ。日本という国はその元栓を自分で触れる場所にいないから、外交の動きを中止するしかないのだ。それだけに、今夜の外同省のブリーフィングも見ておく価値があるのだ。次に2本目、アルゼンチンのペソ問題なのだ。NACIN によると、今日4月20日の相場でドル公式レートが売り1400ペソ、一方のドルブルー、非公式の闇市場レートが1410ペソなのだ。面白いのは、この差がわずか10ペソしかないことなのだ。公式と闇市場の差が10ペソって少ないですよね。以前は公式と闇市場で倍近く開いてた時期もあったと思うのですが、これってアルゼンチンの通貨政策が機能し始めている証拠ですか？展望としてはそうなのだ。CRA のアナウンスによると、アルゼンチンは2026年1月から変動相場制のバンド制、上限と下限を設ける不動レンジに移行したのだ。これによって公式レートと市場レートの差が大幅に縮まってきているのだ。ただし問題は、ドルカードで海外決済すると1820ペソという別の高いレートが適用されることで、日常生活の歪みはまだ続いているのだ。日本との関係で言うと、アルゼンチンは大豆、牛肉、リチウムの主要輸出国なのだ。ペソが安定するとリチウム輸出が増える可能性がある。EV 電池の主原料であるリチウムの供給が安定することは、日本の自動車メーカーにとっては追い風なのだ。ただし今のところ改革途上であり、予断は禁物なのだ。でも次のシーンでさらに衝撃の話がある。米国株が最高値を更新しているのに、それを信用してはいけない理由があるのだ。ここまでをおさらいすると、米イランの停戦は水曜日が期限で、交渉成否次第で原油価格が大きく動く。アルゼンチンはペソの変動相場制移行中で、リチウム供給にも影響が出てくる、ということですね。3本目、米国株についてなのだ。ブルームバーグによると、米国株は最高値を更新しているのだが、その内実には重大な警告サインが隠れているのだ。リーダーシップの狭さ、出来高の低さ、投資家センチメントの低迷、この3つが揃っているのだ。例えるなら、これは大きなビルが外壁だけをきれいに塗り替えた状態なのだ。外から見ると新しく見えるが、内側の柱が細い、
NISA で S&P500 に積み立てている人は要注意なのだ。最高値だからといって追加投資を急ぐのは、この状況では慎重になった方がいいのだ。僕の正直な見立てを言うと、これは本物の上昇ではなく、少数の大型株に引っ張られた見かけの上昇なのだ。逆の見方もできませんか？少数の強い銘柄が引っ張っているとしても、それがや半導体セクターなら長期的な成長を反映している可能性もある。出来高が低いのは単に市場参加者が様子見しているだけで、これから出来高が増えて本格的な上昇になるシナリオもあると思うんですが、それはまさにベア派とブル派の革新的な対立点なのだ。 AI セクターが本物の利益成長を見せ続ければ今の高値に意味が出てくる。でも僕が気になるのは、米イランの地政学リスクが高まるこのタイミングで最高値更新というのは、市場がリスクを適切に織り込んでいないサインにも見えることなのだ。両シナリオを頭に入れておくことが大事なのだ。そして4本目、これが今日一番希望を持てるニュースなのだ。スタッドニュースによると、カリフォルニアで開かれたがん学会 AACR で衝撃の発表があったのだ。くすぶり型多発性骨髄腫、がんになる一歩手前の状態にある患者20人に CAR、T 細胞療法を試したところ、全員の体からがん細胞が検出ゼロになったのだ。20人全員って臨床試験の結果としてどのくらい比例なんですか？骨髄腫って治りにくいがんとして知られてますよね。これって肝痔と言える可能性があるということですか？ MD アンダーソンがんセンターの研究者は、治癒という言葉を使えるかもしれないと言ったのだ。がん医療でこの言葉が出てくるのは極めて稀なのだ。今まで承認されていた唯一の薬、ダーザレックスは5年以内に5割以上が再発していたのだ。日本への影響で言うと、この CAR、T 療法は将来的に日本でも保険適用される可能性があって、現在月100万円以上かかる治療費が大幅に変わる可能性があるのだ。さて、冒頭で48時間で日本のガソリン代が変わると言ったのだ。今夜から明日にかけてバンス副大統領がイスラマバードに飛ぶかどうか、そしてイランが交渉テーブルに着くかどうかで、その答えが出るのだ。外伝長のブリーフィングを中止するのだ。今日の4本から、日本人が今週抑えるべき数字を3つ出しておくのだ。1つ目、水曜日、米イラン停戦の期限。2つ目、120ドル、ホルムズ封鎖時の原油目標価格。3つ目、20人全員ゼロ、CAR、T 療法の奇跡的な試験結果なのだ。この3つを覚えておくと、今週のニュースが全部つながって見えてくるのだ。私の感想を言うと、CAR、T 療法のニュースは暗い地政学ニュースの中で数少ない明るい光だと思いました。一方でイランの話は、交渉しながら船を拿捕するなんて相手から見たら信頼できないですよね。この行動と言葉の乖離こそが交渉が難航する本質な気がします。あなたは交渉成立か停戦破綻、どちらが現実的だと思いますか？コメントで教えてください。このチャンネルでは毎日海外のニュースを日本への影響とセットで解説しているのだ。明日の朝には米イラン交渉の結果が出ている可能性があるのだ。速報もすぐ動画にするから、チャンネル登録してベルマークをオンにしておいてほしいのだ。高評価も押してくれると、次の動画も早く届けられるのだ。それじゃあ、また明日なのだ。